よす。ファクトリオプレイヤーの皆様、今回は死の世界のことをマットで遊んでみるよ。手始めにマットをトッピング。生成頻度マシマシ、サイズマシマシ、資源量マシマシでお願いします。マシ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 。地形は島を選んでサイズを最小にします。マシマシの反対はシマシマ。バイターの巣は生成頻度とサイズをマシマシで、スタートエリアのサイズはシマシマで、研究予約を有効にして他はいじりません。このカットシーンでいきなり巣のとあった。今燃えているのは不時着に成功した宇宙船です。それにしても砂漠に不時着するとは。今来た6行。一番大きい残骸からは通常弾薬が拾えます。巣の威圧感を感じながら全体マットを確認。油田が見当たりませんね。こんな島にいられるか。これはメインメニューに戻るぞ。というわけで不時着し直します。再びフリープレイを選択。マット設定は引き継がれるのでそのままで不時着予定地の下見。いざ、プレビュー。砂漠は論外。いいかもしれないけど油田どこ。砂漠は論外。砂漠は論外。リスキルされそう。砂漠は論外。油田どこ。ファクトリオはリズムゲーム。砂漠は論外。油田どこ。油田どこ。砂漠は論外。油田どこ。砂漠は論外。砂漠は論外。砂漠は論外。砂漠しか出てこない。死の世界初見なので砂漠スタートはちょっと困ります。困るんですけど。油田がない。今回は延々とリロールし続けるだけし続けて終わりそうですね。鉄がいっぱいでいい感じ。でもやっぱり油田がなさそう。砂漠じゃない。これはリスキル案件。砂漠。油田がない。油田ってこんなに希少でしたっけ？ライソくん。砂漠じゃない。油田ある。ここ。バイターめちゃくちゃ多いけどまあいいか。よっす。ファクトリオプレイヤーの皆様。今回は死の世界のことをマップで遊んでみるよ。念のためリスキルを警戒してカットシーンはスキップしません。今来た6行。周辺の安全を確認。巣がめっちゃ近い。用意スタートで鬼ごっこ開始。通常弾薬を取り損ねると弾切れ必至なので必死に確保しました。かわいいバイターくんに鉄のご飯をあげましょうね。私のご飯は魚です。魚はチート級アイテムなのでどんどん使っていきます。ひとまず安全に不時着することができた。このように油田のあるリスキルされないマップを選びましょう。宇宙船の残骸から鉄板を何枚か回収。それにしても交渉がでかい。交渉、マシマシ。バイターもマシマシ。しょっぱなから原住民に囲まれていて早くもピンチです。不時着予定地リセットマラソンはもうやりたくないのでセーブします。ここらで入れているモッドを紹介します。まずはエボ GUI。これは画面上に何回漢字の統計情報を表示するモッドだよ。バイターの進化度や経過したゲーム内時間を表示することができます。バイターの進化度は巣にマウスオーバーするとモッドなしでも見れます。他にもアフレード・オブ・ザ・ダークというモッドも入ってます。これはランプを置かなくてもプレイヤーの周囲がそこそこ明るくなるので優秀なんすよね。使っているモッドは今挙げた2個だけだよ。理論上はモッドを入れていないバニラの状態とほとんど変わりません。どうせ序盤は岩を砕いて燃料式掘削機で鉱石を掘るくらいしかやることないので、退屈な序盤はスキップ。そういえば最近、任天堂スイッチでもファクトリオが遊べるようになったらしいですが、
初心者向けの解説はおそらくスキップなのでご了承ください。とりあえずポーズしてゲーム内グリッドを確認。太い線がチャンク、細い線がタイルです。汚染はチャンクごとに計算されます。汚染は掘削機などの機械類を稼働させると発生します。汚染がバイターの巣に届くとバイターの襲撃が始まります。現時点で襲撃が始まると、もちろん実質ゲームオーバーです。つまり掘削機をどのチャンクに置くかが大事。ここの鉄格子右下のチャンクは木が生えていていい感じ。でもさすがに巣が近すぎるような気がするので今回は無難に行きます。バイターはランダムに散歩するのでその時に見つかると厄介です。できれば木が生えているチャンクに掘削機を置きたかった。木の汚染吸収力は序盤では本当に重要です。仕方ないのでここら辺で掘削開始。普通は燃料式掘削機と石の炉を直付けすると思いますが、今回のようなマップでは必ずしもそれが最適解とは限りません。序盤は地形の汚染吸収システムをうまく利用したいので、汚染をなるべく多くのチャンクに分散させたいのです。つまり燃料式掘削機と石の炉は別チャンクで稼働したい。そういう動機が働くわけですね。綺麗なチャンクと汚染チャンクが半々で存在するという状況よりは、たくさんのチャンクがまんべんなく汚染されていた方がむしろ環境に良いのです。ここで汚染チェック。F4 キーを押した時に出てくるデバッグモードから、汚染の数値表示を有効にしています。この数値が15を超えると、汚染が隣接する上下左右のチャンクに伝播します。つまりチャンク内の汚染が15を超えないようにしていれば、汚染は広がらないというわけです。そういうわけで手掘りに限る。ひたすらに地味な掘削が続くのであった。もしスタートエリアに森林がある場合は汚染吸収チャンスです。燃料式掘削機と石の炉は近づけせずに、石の炉は木の多いチャンクに置きましょう。木の汚染吸収効果で石の炉による汚染はほとんどプラスマイナスゼロになるはずです。掘削機は交渉に置くしかないのでその汚染は諦めましょう。本当は掘削機を置きたいけれど巣が近いので我慢。燃料式掘削機は本当に汚染がひどいので使ってはいけません。手掘りこそが真なるファクトリオの由緒正しき遊び方なのです。燃料式掘削機は絶対に使ってはいけませんよ。ただでさえ退屈な序盤がさらに退屈になってしまった。倍速だ。飽きたので休憩。燃料式掘削機1台で掘っていただけなのにもう汚染が15を超えてしまった。たった1台稼働しただけで我々は汚染という名の十字架を背負わされるのである。もう隣に伝播してしまったので汚染管理はあまり意味をなさなくなりました。やっぱり燃料式掘削機はダメだね。早いうちに電気化してしまいましょう。電気化のメリットその1。研究所を稼働できる。ファクトリオはロケットを打ち上げるゲームだと思われているが実はそうでもないのだ。このゲーム、実のところは研究所を稼働し続けるゲームなんですね。その初めの一歩は電気化から始まる。電気化のメリットその2。電動掘削機が使える。燃料式掘削機より汚染放出量がマシなので電動掘削機が早めに欲しいです。現時点ではバイターからの襲撃を防ぐために設備の稼働率を意図的に下げる必要があります。汚染の放出量が減れば、その分設備の稼働率を下げる必要がなくなります。手掘り。燃料式掘削機に燃料を補充。手掘りがめんどくさいので燃料式掘削機を使っていますが、現段階では封印した方が安全です。人は皆汚染のクロスを背負っているのだ。
お魚を捕まえます。ゴムゴムの手づかみ。100匹くらいあると安心。発電用具一式を揃えましょう。組み上げポンプボイラー蒸気機関。通常プレイではまずは研究所。暇な時間で手掘り。石炭を掘削機で掘ると南のバイターの巣に汚染が直撃します。水は汚染吸収力が弱いです。例えば燃料式掘削機は毎分12の汚染を放出しますが、水1チャンクが減らす汚染は毎分たったの 0.3 です。死の世界では地形による汚染吸収力がさらに半減されて毎分 0.15 になります。水1チャンクで燃料式掘削機1台分の汚染を吸収しようとすると、1分の掘削に対して80分休憩を挟む必要があるということです。辛い。電動掘削機は汚染を毎分10放出します。カタログスペックだけ見ると毎分にしか違わないことになりますが、燃料式掘削機は毎分15個の鉱石しか掘削できないのに対し、電動掘削機は毎分30個の鉱石を掘削できます。今回のように放出できる汚染が制限される局面では、電動掘削機は燃料式掘削機の 2.4 倍エコであると言えるでしょう。今回はここまで。